おはようございます。たかしです。本日は1月24日水曜日、ただいま9時49分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。ここのところずっと冷やしほぼほぼ動きがない感じですよね。昨日も上がったり下がったりというそういうローソク足。一昨日も上髭下髭の出たローソク足。ただここのところの動きっていうのはこの冷やしとか週足の最高値ですね。この黄色丸がしてあるところ。ここでの今ダブルトップが意識されておりますので、ここからダブルトップをつけて下落していくのか、それともこのまま高値更新をしていくのかという今は分かれ道にありますので、どちらに動くのかっていうのを見ている段階ですね。現在ストキャスティクスは高値圏にありますので、ここから調整の下落をしてもおかしくないとは思います。冷やしの GMA 度の乖離がありますので、このあたりまで下落してきてもおかしくない。そんな雰囲気ではあるんですが、どちらにしても今は方向感がないところですので、ここからダブルトップで下落すると思うのであれば、ここからの下落の流れについていく。そして現在は強い上昇の踊り場と考えるのであれば、そこからの上昇の流れについていく。今はどちらともイメージができるところですので、もしトレードをするのであればしっかり引きつけてトレードをしていかないと、逆方向に動いた時にどうするかっていうところも考えておく必要があります。基本的にはストキャスティクスが高値圏にありますので、まずはここからの上昇はちょっと難しいのかなと思いますが、昨日も一度高値をトライしに行ってますので、本日ももう一度高値攻めをしてからの下落になるのか、それとも押しをつけてからの上昇になるのかというところを見ておきたいですね。では4時間足です。日足では直近高値、日足のダブルトップになるのかっていうところですが、4時間足基本的には GMMA は上向きですので、上昇トレンド中なんですね。そして昨日は一度円高方向に動きましたが、ここ GMMA の青帯に接触してまた上昇してきているんですね。で、結局昨日も一昨日もそうなんですけれども、ほぼほぼ動いてませんよね。横ばいの動きをしてますので、こういうところでトレードするのはかなり難しいと思いますので、自分が得意な形が出てきたりとか、自分が分かりやすい形が出てくればそこでトレードしていく分にはいいと思いますが、今みたいな動きをしている時に闇雲にトレードをすると打っても勝っても負けやすい、そういう相場にはなってますのでご注意ください。基本は上昇トレンド中です。今4時間足の GMMA 見ていただいても分かるように、基本は上昇トレンド中ですが、もしかすると日足ではもう最高値付近ですので、この上昇トレンドをここから崩していくような動きになってくるかもしれません。どちらにしても今まで結構浅めの押しで上昇してきてますので、このあたりですね、186円とかこの緑のゾーンの上限付近ですね、そこかもしくはこの白い水平線187円付近 186.771 というこの白い水平線あたりですね、このあたりまで押しをつけてきてくれると、そこからの次の上昇の流れというのがイメージしやすいんですが、現時点では一応 GMMA は上向きですので上昇トレンドではあるんですが、かなり上値も重そうですので、一度明確に下落してきてくれると次の上昇の流れに乗りやすいとは思います。では1時間足です。4時間足のレンジを1時間足でこの黄色のボックスで綺麗に表現できますね。この下限付近、上限付近っていうのがよくわかりやすい、そういう形になっております。下限がだいたい 187.3 付近、そして上限が 188.8 付近というところでの今揉み合いになっております。上限も下限も過去に何度か意識されているポイントですので、基本的には上限もしくは下限まで引きつけておくということが大切ですね。昨日安値ぐらいまで下がってくればそこからはまた反発の上昇を考えられますし、昨日高値ぐらいまで上がってくればそこからの下落っていうのがイメージできます。今1時間足の GMMA は横ばいですので、基本的にはレンジをイメージしておきたいので、上がったり下がったり方向感なく動くっていうことを前提にトレードをしていく。ですので今みたいなところですね、GMMA の上にこれ重なってますよね。ですのでこういうところっていうのは上に上がるのか下に下がるのかっていうのが 50% ずつの確率になりますので、どちらに行くかわからない、逆に言うとどちらにも動きやすいところですので、こういうところでトレードをすると逆方向に行く可能性も高くなりますので、しっかりこのボックスの上限下限に引きつけるっていうことをやっておくとトレードのポイントもわかりますし、トレードがやりやすくなってくると思います。ではドル円です。ドル円の日足からですね、現在は GMMA の青帯を上抜けて、そこで調整の動きをしている最中です。このあたりもポンド円と同じですね。ここのところずっと動けていないのは一緒。そしてストキャスティクスが高値圏なの
のも一緒。ですので一度下落してからの上昇になるのか、現在地付近で日柄調整をしてからの上昇になるのかというところですね。もう一段の上昇はドル円は考えているんですが、ポンド円は日足でのダブルトップが意識されますので、ポンド円がそこから下落していくのであれば、ドル円も同じように下落していくかもしれませんね。現在は揉み合ってますので、どちらに行くのかがわからないというところですので、日足の GMMA は上を向いてきてますけれども、まずは GMMA 付近までの押しを作るのを待ちたいので、そう考えると146円ぐらいまで下落する可能性もありますので、そこはご注意ください。ストキャスティクスは高値圏ですので、現在は調整中ですね。なので、基本的にはじりじりと下落していく、そういうイメージを持っておきたいです。では、4時間足です。こちらも上昇トレンドをきれいに作ってますよね。今まで GMMA にぶつかって上昇っていうことを繰り返しております。ですので、昨日も GMMA にぶつかって一旦の上昇をしてきてはいるんですが、やっぱりちょっと上値が重いんですよね。ですので、こちらもポンド円と同じ、ポンド円と全く同じようなチャートの形をしております。ですので、ここから上昇できるのか下落していくのかっていうのが分かりにくいところにありますので、まずはレンジですよね。昨日の高値、安値っていうところでのレンジを考えておきたいんですが、ストキャスティクスはそろそろ高値圏ですし、本日も下落方向から始まっておりますので、もうしばらくこのまま下落方向への動きが継続する可能性は考えておきたい。ただし、上昇トレンド中ですので、下がったところは買われやすいので、下落しているからといってそこに飛び乗っていくと、急激な4時間足の上昇に入っていく可能性があるので、そこはご注意ください。では、1時間足です。1時間足 GMMA は横ばいですので、レンジですね。こちらも昨日の安値、昨日の高値っていうところを意識しておきたい。ただ直近では、このあたりですね、147.7 付近、そのあたりが意識されてますので、本日下落から始まってますが、147.7 付近に来れば底堅い動きをしてくるだろうということも考えられますし、現在は GMMA の青帯の上にありますので、基本的には上昇しやすい地合いでもありますので、この GMMA の青帯でサポートされれば、ここから上昇していく、昨日高値を目指していくような動きになってくると考えてます。ただし、4時間足も日足もストキャスティクスは高値圏にありますので、あまりどんどん上昇するようなイメージは今のところ持ってません。どこかで4時間足、日足の調整の動きをしてきますので、現在も調整の動きなんですが、これが日足単位の調整の動きなのであれば、まだしばらくこういう動きが続いていきますので、基本はこのレンジですね。上限が昨日の高値で、下限が 147.7 付近、もしくは昨日の安値というところでの大枠のレンジの中で動くだろうという想定でトレードをしていくのがいいかもしれません。ここ数日を見ていると、ドル円もポンド円もそうですが、分かりにくく上がったり下がったりっていうのを繰り返しておりますので、本日も同じような動きをしてくるかもしれません。もしそうなのであれば、上がってくるのを待つ、下がってくるのを待つのがいいと思いますので、中途半端なところでエントリーしないですね。どちらに行くかが分からないところではエントリーしない。下落しやすい形とか、上昇しやすい形とか、そういうのが分かりやすく出てくれば、そこからエントリーを短くしていくっていうのが今の相場はやりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿してます。どんな投稿をしているかは、Twitter に時々上げてますので、よければそちらもご確認ください。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。